速報だぜ。2024年秋、埼玉と東京で相次いだ闇バイト強盗事件。その実行役の一人が逮捕直前に残した音声データが表に出てきた。音声データ？どういうことなのよ。逮捕された22歳の男がスマホのボイスメモに声を録音し続けていたんだ。仕事の打ち合わせの内容から家族への最後のメッセージまで全部残ってたぜ。それ証拠じゃないの？そうだな。同時に一人の人間がどこで間違えたかを示す生々しい記録でもある。今日はその音声と事件の全容を追うぜ。男の名前は仮に検事としておこう。地方出身、高卒後に上京、工場の派遣として働いていたが、2024年夏に契約が切れた。貯金は6万円だった。6万？それは確かにきついわ。検事のスマホにある日テレグラムからメッセージが来た。日給8万、即日払い、身分証不要、典型的な闇バイトの文句だぜ。でもそんなの詐欺ってわかるでしょ。普通。頭ではわかってるんだ。検事も最初は無視した。でも3日後、また来た。5日後にも、月に40万稼いでいるという顔写真付きプロフィールまで見せてきた。そこから関わったのね。応募した瞬間から、検事は別の世界に引き込まれていった。まず身分証の写真を送らされた。これが後で人質になるとは知らずに。身分証不要って言ってたんじゃないの？管理側への確認用という名目で、実際は逃げたら家族に送りつけるための人質だぜ。これが闇バイトの手口の第一歩だ。録音音声風。今夜の対象は世田谷の一軒家です。70代の老夫婦が住んでいます。玄関の鍵はこの方法で開きます。これがその録音？打ち合わせの音声だ。指示役の声はボイスチェンジャーで加工されていた。検事は相手の素性を何も知らない。でも自分の声はそのまま録音されてる。本当に怖い。指示役だけ安全な場所にいて、実行役だけが現場に行くのね。そうだぜ。逮捕されるのはいつも末端の実行役だ。指示役は電話の向こうにいる。検事はそれを分かった上で、現場に向かった。震えた声。行きます。今から。これも検事の声だ。出発直前に自分で録音していた。なぜ録音したのか、本人が後に語った理由が、妙に胸に刺さる。なんて言ってたの？もし死んだ時のために、自分がここにいた証拠を残したかった。そう言ってたぜ。死ぬかもって分かってたのに、言ったのよ。金より恐怖が勝っていた。逃げたら家族が危ない。そう思い込まされていたんだ。結局、その夜どうなったの？検事を含む3人が民家に侵入し、高齢女性に暴行を加えて現金とカードを奪った。被害額は約90万円。女性は全治2週間の打撲傷を負った。最悪ね。被害者は何も悪いことしてないのに。検事が受け取った報酬は8万円だった。でもそれが人生を終わらせる代金だったな。翌朝、仲間の自宅近くの防犯カメラに検事の姿が映っていた。警察は3日後に逮捕した。あっさり捕まったのね。現代の捜査網を初日の素人が突破できると思うか？逃走経路も変装も何も考えていない。指示役に大丈夫だと言われていただけだ。逮捕される前に家族に連絡したっていう話があったわよね。そこが今回の音声データで最も注目された部分だぜ。逮捕の前夜、母親に LINE を送っていた。録音音声。お母さん、ごめん。俺、多分明日には捕まる。借金返したかっただけなんだけど、えらいことになってしまった。おじいちゃんとおばあちゃんにお世話になったって伝えておいて。母親はその夜、息子の LINE の意味がわからなかった。翌朝ニュースを見て初めて理解した。それは辛すぎるわ。検事の家族も被害者の一人だぜ。本人も犯罪組織に利用されて終わった。でも、被害を受けた高齢女性にとっては、そんな事情は関係ない。裁判ではどういう判決が出たのよ？検事は懲役4年の実刑判決を受けた。組織的犯行への加担と被害者への暴行が重く見られた。今も刑務所の中にいる。22歳で4年ね。出てきたら26歳じゃない。前科持ちの26歳として社会に戻ってくる。雇ってくれる会社は限られるぜ。闇バイトで得た8万円が、その後の何十年かの代償になった。なぜこんな手口が今もなくならないのか。2024年だけで強盗事件は300件を超えた。逮捕者の多くは20代の男性だ。300件って、それだけ実行役が集まってるってことなの？若くて追い詰められていて、ネットしか頼れる場所がない。そういう人間はいつの時代にも一定数いる。そこを組織は狙い続けている。じゃあ自分が同じ状況になったとしたら、どうすればよかったのよ？まず、身分証を送れと言われた時点でアウトだぜ。
正規の仕事では最初に身分証を要求しない。それだけで詐欺と断定していい。でも、もうそこまで行ってしまったら、どうするの？警察の闇バイト相談窓口に連絡することだ。2023年から全国に設置された。通報しても、実行前なら逮捕はされない。むしろ保護される。知らない人が多すぎるぜ。そんな窓口があったのね。全然知らなかったわ。もう一つ重要なのは、怖くても逃げることだ。家族に危害を加えるという脅しは、ほとんどの場合ハッタリだぜ。組織は実行役に余計な仕事をしたくない。だから逃げても追ってこない。でもその場にいたら、怖くて判断できないんじゃないの？だからこそ、今こうして知識を持っておくことが大事なんだ。逃げられると知っているだけで、判断は変わる。ケンジがそれを知っていたなら、違う未来があったかもしれない。ケンジのお母さんは今、どうしてるのかしら？報道によると、毎月面会に行っているそうだぜ。息子に会うために、新幹線に乗って。何も言えないわ。今回の事件は、単純な悪い奴が捕まった話じゃない。誰もがなり得た可能性がある話だ。だからこそ、知っておく価値がある。被害者のおばあさんは、その後どうなったのよ？高齢者被害支援センターのサポートを受けて、今も同じ家に住んでいるそうだ。ただ、夜は以前ほど眠れなくなったと言っていた。当たり前よ。自分の家に突然押し入られたんだから、その恐怖は消えないわ。8万円と引き換えに奪われたものは、おばあさんの夜の安心だぜ。割に合うわけがない。今日のまとめだぜ。闇バイト強盗は、末端の実行役ほど割を食う構造になっている。指示役は安全な場所にいて、リスクだけが現場の若者に押し付けられる。知れば知るほど、腹が立つ構造ね。身分証の送付を求められた時点で即ブロック。動けなくなったら相談窓口へ。この2点を覚えておけ。日給8万、即日払い。これが見えたら逃げる一よね。ケンジが送った LINE の最後の一文を紹介して締めにするぜ。次に生まれてきたら、ちゃんと生きる。22歳の言葉だ。次があるわよ。ちゃんと。じゃあ最後に、今回の取材を通じて改めて感じたことを話しておくぜ。何？どうしてそんな話に乗るんだって思う人は多い。でも、貯金6万円で職を失った22歳が、どんな選択肢を持っていたかを、一度だけ想像してみてほしい。社会の問題でもあるってことよね。それを言いたかっただけだぜ。スカッとする話じゃなくて、ずっと重いままで終わる。それが今回の事件だ。こういう動画、広まってほしいわね。知ってるかどうかで、本当に違うと思うのよ。そのために作ってるんだぜ。チャンネル登録して、次の取材も見ていってくれ。隣人の狂気では、身近に潜む事件と人間の心理を毎回深掘りして届けていくぜ。チャンネル登録と高評価、よろしく頼む。今日も見てくれてありがとうね。気をつけてね。